どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体はほほ良い心がけだな。なに今週の新機体はなんとガズLの2機体。ステップアップがあるのでそちらの方引いていきましょう。ガズLは機動戦士ガンダムダブルゼータに登場した機体。この2機が登場したということはもしかしたらゲイマルクの登場も近いかもしれない。レベル2ですが比較的早めにガズLを引くことができました。出たー。沼ガチャ武器だー。説明しよう。沼ガチャ武器とは特にピックアップで確率アップがされていない、文字通り沼な新たなガチャ武器である。この沼、相当に深い。だが Y には蓄えた3000と輝くあまたのトークンがある。息をするように100連突入しました。そうれい。はい、120、130、そうれい。普通なら心が折れるだろう。だがこのオンドレアスは普通ではない。ガチャお姉さんとの熱い攻防戦、そろそろ決着をつけようか。これが、Y の、沼ガチャ武器やー。ツインランサーと書いて成し遂げと読む。今回は180連でした。余談ですがこの後ガズLレベル1を取ろうと深追いしたところトークンなくなりました。嘘だよな俺のトークン。期待チェック。ガズLから見ていきましょう。武装はガルバルディベータ用ビームライフル。ヒートランサーネオジオンにビームキャノン、大型ビームサーベル。ガルバルディベータ用ビームライフル、即よろけ残弾式。弾数が3しかないのがネックな武装。ヒートランサーネオジオン、武器火力が高いですが、一段格闘しかできない兵装。高い武器火力に加えした格闘補正が 150% あるのでなかなかの威力。ヒートランサーは沼ガチャ武器のツインランサーにも換装可能。こちらは連撃ができ、格闘クールタイム、切り替え速度に優れますが武器火力がめちゃ低く、ランサーの下が3853ダメージだったのに対し、沼ガチャ武器は N 化で3808ダメージ、圧殺し、ビームキャノン、静止射撃ながらも高い DPS と高い蓄積よろけ値を持つ優秀な兵装。大型ビームサーベル、に連撃が可能な格闘兵装。副兵装らしく威力は控えめ。カウンターは強カウンター。それでは実戦の方行ってみましょう。はい、ガズLで北極ベーシックやっていくよ。ガズLは500コストスタートの汎用機、射撃寄りのスペックとなっており、ご自慢のビームキャノンから入ることでよろけとはい、というように高火力高蓄積なビームキャノンですが、静止射撃なので当然反撃ももらいやすいですね。ちなみに今回はせっかく当てた沼ガチャ武器を置いてきました。理由はこの機体格闘が2つあるので、ツインランサーの取り回しの良さが言うほどアドバンテージにならないこと、加えて、ガズL使うなら普通のランス使いたいよねという感じ。脚部の大きなガズLですが、なぜか脚部へのダメージカットスキル、脚部特殊干渉剤がなく、その分のカスタムパーツを脚部に回さざるを得ないので、結果耐久性は低くなりがち。びっくりするぐらい視界の妨げになってる。飛び出している右肩にはダメージカット干渉剤がついているので安心してほしい。落ちろかとんぼう。日頃の恨みをこれでもかと晴らしました。ビームキャノンからのビームライフルでよろけの重ねと火力を出すムーブは強いですが、ビームライフルが3発という使用上息切れしやすく、射撃より汎用機とはいえ、格闘も振らないと厳しいかなと思いますね。攻撃面が射撃寄りですが、防御面も対格闘だけ銃と非常に低くなっており、ガンダムマーク2やドライ戦などにボコられるとファンファンになっちゃいますね。しかしながらビームキャノンから繰り出す過剰とも言える高蓄積は、蓄積よろけしづらくなるスキル、ダメージコントロールを持っているメタスやズサに非常に刺さりやすく、自動照準補正もかかっているので、割と簡単に変形も撃ち落とすことが可能。残りアーマー1、すごい確率です。出撃、後方からクロスファイアを組もうとする不穏な敵を感知。メタスも一瞬でよろける肩キャノン。ツ
通常の機体をよろけさせるのに必要な蓄積値は100、メタスは驚異の160。そんなメタスもガズアルにかかればこの通り、ビームなので弾速が速いのもいいですね。非常に撃ち落としやすいです。ミリ残りを発見、あんただけは。片キャノンは射程も400と案外長射程、いいとこずくめなキャノンですが、連射が早くオバヒしやすい点は注意。ここで輝く格闘中判定。この格闘ゴリラがよだがしかし西格闘持ちの起き上がりから逃げなかったことを後悔するんだな。もう貴様の負けは確定している。貴様が落ちるまで続くエンドレスガズアル。巨爆は止めれませんでしたね。ポイントはそこそこリードしているのでまだ諦めるのは早いわ。巨爆されるのはまあいいとして良くないけど、機体回収理に使えなくなるのが嫌ですね。敵が湧きましたね。この距離感こそガズアルの得意距離多分。それにしてもこのガズアル、使っててちょっと違和感。というのも別ゲーではガズアルが格闘タイプでガズエルが射撃タイプだったんですよね。どっちがどっちの肩が突き出てる方だったかなんて、普通覚えてないと思うので、この機体もキュベレイやキュベレイマーク2のようにペイントでの偽装は効果的なんじゃないでしょうか。もらったちょっとマーク宇宙制御プログラム搭載してるから良かったもののですね。はい勝ち、と思いましたがここ普通に連撃できないの忘れてました。対格闘低いガズアル君にマーク2のサーベルがぶっ刺さる。少しでも強襲機に八つ当たりして散りましょう。だがしかし崩壊する前線、これはカバー入るかも。じゃあ粘着マーク2。あのマーク2許せへん。やられたらやり返す性分なんでね。その前に高台のメタスに嫌がらせ。このプレッシャーは、決着をつける時が来たようだな。片押し視点を生かした針の穴を通すようなビームライフル。もう逃がさへんで俺たちが、ネオジオンだ。オバヒした機体と西格闘持ちが一つロケットの下何も起こらないわずがなく、ジェットネオジオン Z エンドクロス、敵はハイトカス。やっぱりランスの一瞬で出せるバーストは魅力的。ツインランサーは下格闘確定させやすいというメリットはありますが、個人的にはヒートランサーの方が好きですかね。それぞれメリットあるので好きな方でいいんじゃないでしょうか。一瞬で叩き落とす落ちろカトンボビームからのデッドリー。メタス、R ジャジャ、ズサ、敵3機を一撃で貫く恐ろしい下角。おやおや、どこに行こうというのかね。メタスでガズアルから逃げること、叶わぬと知れ。メタス同士のドッグファイトお疲れ様です。ゴッツアンゴール。対空能力、そしてそこから繰り出す優雅な一突き。ガズアルに隙なし。暴れてる強襲機がいますね。そんなお立ち台で戦ってると集中放火しちゃうよ。ゴッツアンハットトリック。俺にあって貴様にないもの、ヒートランサー。さあもう勝ち確ですかね。今から全回収されても逆転はないんじゃないでしょうか。というかなんだったら拠点破壊できそうまでありますね。ほらほら早く湧かないと君たちの大事な拠点が壊れちゃうよ。湧いてきましたね。最初に降りてきたやつだ。一番最初にここに降りてきたやつを突き刺す。と思ったけどよりによって支援機のズサ。君絶対足滑らせて落ちたやろ。やばい。しかしまだアーマーは、火力エグすぎー。これがラストの出撃。最後はやっぱり気持ちよく人差し一体。届けはいいの何これこんなダサい最後があっていいんだろうか。勝ってるからいいんです。ダサフィニッシュ。はい、射撃より汎用機ガズアルでした。対格闘が低いこと、ビームライフルがすぐ息切れすること以外はいい感じにまとまった機体ではないでしょうか。ガズエルに続く、機体チェック。ガズエルの武装はガルバルディベータ用ビームライフル。ガズエル用ヒートランサー、ビームキャノン、大型ビームサーベル。ビームライフルはガズアルと同じもの。ヒートランサーも格闘連撃レベル2があるにもかかわらず一段格闘。ここまではガズアルと変わらなくねって感じですが、ガズエルの真骨頂はこれ、チャージ格闘。シールド貫通超判定格闘姿勢制御てんこ盛り格闘が火を吹くぜ。硬直はやや長め。
チャージ時間がジム近接戦使用より長いですが、初撃の発生が早く長い踏み込み、しかし火力と硬直でジム近のチャージ格闘に劣りますね。ガチャ沼武器のツインランサーに換装。果たしてこちらはどんなチャージ格闘が繰り出されるのか。沼ガチャ武器にはチャージ格闘がありませんでした。沼ガチャ武器と複製装の大型サーベルは格闘連撃制御レベル2により3連撃が可能。ビームキャノンはガズアルのものと比べるとオーバーヒしやすく低低蓄積でよろけも取れない劣化品。カウンターは強カウンター。それでは実戦の方行ってみましょう。射撃より汎用機ガズアルの次は格闘より強襲機ガズエル。強襲機ということでガズアルよりも若干足回りが良くなっており、快適な移動が可能。攻撃補正も格闘ガン振りですが、防御補正もガズアルとは違い対格闘よりとなっており、ガズアルとは割と対極な機体、似てるようで全然違う機体となっておりますね。いい感じに味方がプレッシャーかけてくれたので私の機体は無事だったようですね。初動から機体削られるともう嫌になっちゃいますからね。ガズエルのビームキャノン、武器威力だけはガズアルのものより高いんですが、オバ比率を考えると、威力も実はあんま変わらない。そしてガズアルのものより射程が100短いため届きませんでした。いきます。チャージ格闘の初陣じゃー。気持ちがいい。もう全機体チャージ格闘実装してほしいわ。いややっぱヤバゲーになりそうなんで今のはなしでお願いします。この距離感、支援機に対してビームキャノンが届かないので何にもできないですね。今突っ込むと確実に死ぬと私の中のゴーストも囁いているので無理ですね。ある程度前線枚数買ってから突入しましょう。そうしましょう。対格闘の高さ、そして強判定を生かしある程度のゴリ押しがつくのはまあ強襲機といった感じ。チャージランス使って敵になるのはチャージ時間の長さ、あと少し早ければという場面が結構ある。しかしながらジムキンにはできない、生当てをガンガン狙える速い初撃はこのように魅力的。初撃を空振りした場合、2段目の遅攻撃はほぼカウンターを取られるので、いかに1段目をギリギリの距離でかつ確実に当てるか、ここにガズエル君の運命がかかってる気がしますね。レーダー見てたので後ろから来るメタスに対応できましたね。後ろにも目をつけるんだガズエル君。チャージ格闘だけでなく、ガズアルと同じように下をねじ込むことも可能。ガズアルの沼武器はまだ選択の余地あるかなといった感じでしたが、ガズエルでツインランサー持つメリットはほぼほぼない気がしますね。敵支援機のパラス当てね、いい感じに汎用機の壁を張ってなかなか狩りづらい感じですが、かなり後方にいるということは裏を返せば切り抜けさえすれば汎用機のカバーが遅れるということ。どこかのタイミングで突入したいですね。いい感じのダウン無敵とかもらえれば。これだ。この無敵はいただいていく。ジオン最高のために。あえてチャージ格闘を使わず無敵時間をキープ。ジムキンと同じでチャージ格闘に固執しすぎないのも、チャージ格闘機のたしなみ。なんじゃないでしょうか。ランスの取り回しが悪いとはいえ、まあこんな感じで支援機なら問題なくボコれますね。スカーレット対待ったなしな状況。最後にチャージ格闘で一花咲かせちゃうよ。と思ったけどダメみたいぽよ。味方がごちゃっとしてますがこの後ちゃんと謝罪してくれました。バトーペはごちゃっとの後訂正しようとしても、連投防止システムが作動してなかなか訂正させてくれない恐ろしい闇のゲーム。もともとは連投できてたんですけど、チャット嵐のせいでできなくなったんですねあちらを立てればこちらが立たず、運営も大変ださて、牽制合戦になっておりますね。射撃防御力の低い本気は、メタスやそれこそガズアルのビームを浴びるとたちまちに機体が溶けて顔面ブルーレイ。そんな私にも突き刺したい支援機がいる。発見いたしました。しかし今突入すれば囲まれて棒で叩かれるでしょう。そんな未来を差しうがつチャージ格闘。計算通りです。私のチャージ格闘の不白に押され、護衛が勝手にタックル空振りしましたね。
欲張らずに一撃離脱。強襲機はどれのように前、安のように刺すのがお仕事。いきます。強襲機の悲しみをこのヒートランサーに込め、これが強襲機の、俺たちの意地。ぶちまけろ先っぽの残り半径に当たって爆散する敵。これぞチャージ格闘の伝統芸能。後世に語り継ぎたいこの思いリッスンプーマイハート。チャージ格闘は硬直が長いですが、しっかりタイミングを覚えれば先ほどのように追撃もできるし、カットもされづらくなりますね。まあとにもかくにも、やはりチャージ格闘は楽しいですね。マジでサイサリスに搭載してほしみ。リスポーン待ち、リスポーン待ち。目視確認、ノット支援機、ノット支援機、ノット支援機。ということは、こっちだわざわざ離れに、間違いない。いや違った誰どうやら強襲機のガズエルですね。まあタイマンなら制することができると思うのでボコりましょう。と思ったけどなんかもういった。逃げるフリチャージ格闘。差しうがてあかん。やはり初撃で当てに行かないとバレバレのバレですね。まあまだアーマーは全然ある。痛すぎやっぱガズアルのビームキャノン半端ねえわ。このウェーブミスりましたね。支援機じゃないと気づいた時点でキビスを返すべきでした。支援機にチャージ格闘をねじ込みたいところですがダウン中。無敵切れまで私が生存できるかが鍵。強制噴射まとわりつつチャージ格闘だファラスアテネの枚数見てのタックル延命は好判断ですね。借りきれなかった。はい、格闘特化強襲機ガズエルでした。特徴内容でガズエルともに特徴がある機体でしたね。ジムキンと同じで近接戦に持ち込めないマップで支援機を狩るのは辛いかなといったところでした。それでは今回はこの辺で